皆さんこんばんは、ミックです。今週の動画はじゃん、初夏に向けた無印良品購入品紹介をお届けしていきたいと思います。私のチャンネルで無印良品の購入品紹介の動画っていうのはそんなに多くなくって、いつもだったら無印良品週間みたいな大きなセールがやっている時に動画をね作ることが多いんですけれども、今年の夏のね無印良品の商品はもう私のツボをついてくるものが多くって、ということは動画を見てくださってる皆さんのツボもつくのではないかと思って、今回発売されたばかりの新商品を中心にいろいろと買ってみました。まだね4月の後半で全然春なんですけど、もう無印にはもう初夏のアイテムがもうどんどん出てきてまして、最近ちょっとずつ暖かくなってきたので、これからの夏に向けて活躍するであろうアイテムや食品を約1万5000円分ご紹介していきたいと思います。ではまずはこちら、3種唐辛子のビビンダレですね。これをねインスタグラムで見かけて無印良品に寄ったところ、他にもねいろんないいアイテムを見つけてしまって、結局1万5000円分買ってしまったというきっかけになったアイテムです。はい、これは麺に和えるビビンダレということで、これあれですよ、私のナイトルーティーンでよく作っていたビビン麺、それのタレが無印良品から出ました。これはねコチュジャンに3種の唐辛子を合わせ、リンゴと梨のピューレを加えているそうで、これ一つで簡単にビビン麺が作れちゃいます。もともとビビン麺ってすごく簡単に作れるものなんですけど、なんだろう、家で作るタレよりも多分こっちのねビビンダレの方がコチュジャンにさらに唐辛子を加えて、リンゴと梨のピューレを入れてるっていうことで、酸味とかね、あとは果物の甘さとかがね家で作るタレとはねまた違ってくると思うんですよね。より本格的な美味しいビビン麺を作れると思います。これ準備するのはほんとそうめんもしくはうどんだけで、あとはこのパッケージに書いてあるように、きゅうりとかゆで卵とかキムチとか乗せて食べたらねすごく美味しいかなと思います。 90g 1人前のもの、はい、こちらをストック合わせて2つ買いました。これ美味しかったらこの夏ビビン麺はもう自分でタレ作らないでこれに頼ってね食べたいと思います。こういう感じで冷やして美味しいっていうね冷たい料理の素みたいなのが今のね無印良品にたくさん販売されています。その流れで冷たいシリーズ、こちらもタレですね。刻み生姜の肉味噌だれです。これもめっちゃ美味しそうじゃないですか。赤味噌に紹興酒とごま油を合わせて、刻み生姜やローストピーナッツを加えましたということです。この肉味噌だれをかけた冷たいうどんとか絶対美味しくないですか？なんか前岩手旅行でこういうじゃじゃ麺みたいなの食べたんだけど、ほんと美味しそうと思って買いました。あとは夏らしいもので和えるだけのパスタソースレモンクリーム、こちらも買いました。今ね無印良品でこのレモン系の食品がめちゃめちゃたくさん売ってるんですよ。私本当レモン大好きなんですね。というかレモン汁が好きなんだと思うんですけど、もう唐揚げでも何でもかんでもレモンを本当にたくさん絞りかけて食べるのが大好きなんですよ。でその流れでレモンクリームパスタも大好きなんです。でなんかあんまりこういうレモンクリームのパスタソースって売ってないじゃないですか。今回ね無印良品で初めて見つけて、これは毎年出てる定番のアイテムなのかわからないんですけど、この茹でただけのパスタに和えるだけで出来上がるレモンクリームのパスタ、すっごく美味しそうだなと思って、夏のねお昼ご飯に食べたいと思って買いました。あとはこちら、簡単調理シャリピアンステーキの素です。これはね鶏肉をねこのシャリピアンステーキの素に漬け込んで焼くだけでねできるキットみたいなものですね。これがなんか結構ね口コミがよくって美味しいらしいので、夜ご飯のメインのおかずとして一品ねつけたい時にシャリピアンステーキの素を使ってね簡単にね作れるんじゃないかなと思って買いました。あとはこちら、冷やしめんつゆ柚子おろしですね。これは毎年夏の時期に出てきますね。これすっごく大好きで何回もねリピートしてるものなんですけど、このねおろしつゆがねすごく美味しいんですよ。で柚子の皮も入ってるから、ほんと柚子のねいい香りもすごくするし、写真の通り上にねナスを乗せてね食べると本当に美味しいです。これを見かけると夏が来たなって感じられる、そんな商品です。
あとはこちら、冷やして美味しいソルティゼリーレモン味です。はい、これもレモン味。本当にね、もうレモン味のものがね、今すっごいたくさん出てるので、レモン味好きの人はもうぜひね、今無印に行ってみてくださいという感じなんですけど、この小さく個包装されてる無印のゼリー、今まで買ったことなくって気になってはいたけど、で今回このソルティゼリーレモンっていうレモン果汁と塩を合わせたさっぱりとしたゼリーということで、もう私これすっごい好きだと思うんですよ。これを冷蔵庫に入れて冷やして食べたりとか、あと凍らしても多分美味しいと思うんだけど、口をねさっぱりさせたいなっていう時にこちらレモンのゼリーをね食べたいと思います。あと続いてこちら、世界のお菓子ディアマンレモンです。はい、これもレモン味です。こちら季節限定って書いてありますね。はい、こちらクッキーみたいな感じなのかな。この商品説明のところにはダイヤモンドという名前のフランス菓子をアレンジしましたと書いてあります。でこれ普通のねノーマルの味もあるんですけど、今は季節限定ということでレモンピールや果汁を生地に練り込んだものが発売されています。はい、これもすごく美味しそう。紅茶のお供としてね食べたい、そんな商品です。あとはこちら、不揃いみたらし団子風バームも買いました。この不揃いバームはいろんな種類があると思うんですけど、多分これ新商品なのかな。ずらーっとねこのみたらし団子風バームが並べられてて、これバームクーヘンの上にみたらし風味のゼリーが乗ってるんですよ。でこれがみんなで作るバームっていう企画で開発された商品らしいんですけど、このみたらし団子風バーム以外にもいくつかこうエントリーされたバームクーヘンがあって、そこから一般投票によって選ばれたのがこちらのみたらし団子風バームらしいです。その経緯もねあってね、すごく気になっていたアイテムなのでちょっと食べてみたいなと思って買ってみました。次こちら、これも新商品なのかな。オリジナルブレンドコーヒーミルクプリンです。こういうのカルディに売ってますよね。このパック型でパンダの絵が入ってる杏仁豆腐、絶対それをね参考にして作られたと思うんですけど、このパックジュースのこの型の中に入ってるコーヒーミルクプリンです。はい、なのでこの辺のこの両耳を持ち上げてハサミでカットして、こうトゥルンとお皿の上に出して食べるプリンなんだと思うんですけど、美味しそうじゃないですか、コーヒーミルクプリン。あとは次こちら、お家で味わうカフェメニューパイン&パッションジャスミンティーです。これも季節限定の商品です。これ粉末のドリンクなんですけど、コップにティースプーン3杯粉末を入れてお水でね溶かすと手軽にねこういうアイスティーが作れるというやつですね。これの夏っぽいフレーバーパイン&パッションジャスミンティー、絶対美味しいですよね。私このお家で味わうカフェメニュー大好きなんですよ。本当にすぐにドリンク作れるし美味しいから。でこれはね炭酸で割っても美味しいし、ジンやウォッカ、焼酎などのお酒に合わせても美味しいらしいです。あともう一つ、こちら水に溶かすソルティアセロラも買いました。はい、これも粉末のドリンクですね。はい、こういう感じで個包装になってて、中に 8g ソルティアセロラの粉末が入ってます。それが7本入ってますね、中に。これはねアセロラ果汁にまろやかな味わいの海塩を合わせましたということで、アセロラのね爽やかな酸味とそこに塩味が加わって夏の持ち歩きドリンクとして最適なのではと思って買ってみました。はい、そういう感じで食品系は以上で、次は生活雑貨系ですね。まずはこちら、気になってたものマルチバンドを買いました。これちょっと話題になってますよね、 SNS で。食材の袋留めや道具をまとめるシリコン製の結束バンドということで、こういう感じの伸縮性のあるシリコンバンドなんですけど、こういうね開けた袋の封を閉じたい時に輪ゴムのようにねこう使うことができます。でなんかこのねつまみがあるんですけど、このつまみになんかちょっと日付とかね書いたりする人もいるらしいです。でこのシリコンバンドのいいところは、このまま冷凍もできるし湯煎もできるというところですね。これ便利。私和菓子作るようになって、白玉粉とか片栗粉とか粉物が本当に多くなってきて、それをねこうまとめるバンドがずっと欲しいと思ってたんですよ。でそういうのにね使おうかなと思って買いました。あとはこちらリムオーバル皿小ですね。結構ねこれぐらいのサイズ感のお皿ってね生活しててね必要になる時多いんですよね。朝ごはんでねちょっとしたこうフルーツとかそういうのを乗せたりとか、あとは私は結構お茶を飲むので、そのお茶と一緒に
お茶菓子をね準備するんですけど、そのね茶菓子用の小さめの皿みたいなのがね結構ね困ることが多くって、このサイズ感だと、このみたらしバームぐらいのものをねポンと乗せてちょうどよかったりとか、あとはカステラとか羊羹とか、ちょっとしたそういうものを置いて食べる時、ちょっと深めのこのオーバル皿っていうのがずっとね欲しいなと思ったので買いました。あと次はこちら、発酵導入エッセンスパッド買いました。無印のスキンケア用品いいのねたくさんあるの知ってるんですけど、あんまり使ったことがなくって、結構ねノーマークだったんですが、この発酵導入エッセンスパッドは気になっちゃって買いました。というのもですね、私最近ね朝晩はフェイスパックというよりかはパッド派なんですね。全顔というよりか部分用のパッドをね使うのが好きで、そういうのをねいろいろ試してるんですが、こちらのね無印の発酵導入エッセンスパッド、結構大きめのね楕円形のパッドで、シートがねちょっと薄めでね肌への密着感がねいいんですよ。これ暑いとね結構ポロって取れてきちゃって、フェイスパッドしながらドライヤーとかしてる時に剥がれてきちゃうことが結構ストレスなんですけど、これはすごくね肌への密着力があって大判なので、すごくね使いやすいんじゃないかなと思って買いました。これが天然由来成分 100% にこだわった導入エッセンスパッドで、肌に張りと潤いを与える米ぬかの発酵液を配合しているそうです。なので結構ね刺激も少なくて日常的に使うのにほんとちょうどいいエッセンスパッドなんじゃないかなと思います。これちょっとね使ってみて、よかったらまたレビューしたいと思います。あとはこちら、服の上から使うひんやりミストも買っていました。これすごい面白いんですけど、出かける前に服の上にシュッシュッシュッってして外出すると、外で汗をかいた時に心地よいひんやり感でリフレッシュできるらしいんですよ。もう今すでにちょっとかけたところがスーッとしてる。多分風に当たったらより涼しくて気持ちいいと思うんですけど、結構夏とかね紫外線を気にして暑いけど長袖をね着て歩きたいみたいな方、そういう方はね服に吹きかけてね外に出れば長袖でもね幾分ひんやりするかなと思います。私はねうちの人が本当に暑がりで汗っかきで、夏はもう本当いつも暑い暑いって言ってるから、この携帯用のひんやりミストを持ち歩いて、もう暑い暑いって言ってたら服にねシュシュシュって振りかけてあげて、少しでもその暑さから逃れれるようにね、常備したいなと思って買いました。あと夏に向けて購入したのがこちら、汗取りパッド付きタンクトップです。最近はね春から夏に向けて段階を踏んで暖かくなっていくんじゃなくって、いきなりもう夏っていう感じに急激に暑くなるじゃないですか。もう本当にそれやめてほしいんですけど、そういう時にねおしゃれしててもねやっぱりちょっと脇汗っていうかそういうのが気になっちゃうんですよ。で脇汗パッドをねつけたりするんですけど、それって結構剥がれちゃったりとかしてあんまり意味ないなって思う時があったんですけど、これはですねこの脇のところに汗をね吸収してくれるような、そんなパッド的なものがもうすでに縫い付けてあって、でこのタンクトップ自身がですねもう通気性がよく接触冷感性のある蒸れにくいインナーということで、そもそもこのインナー自体がもう暑さに対応してて、かつ汗わきパッドみたいなものがついてますよというタンクトップですね。これを着てその上から T シャツを着れば、この夏のね汗じみみたいなものを気にせず過ごせるんじゃないかなと思って、とりあえず1枚買ってみました。使ってみてすごく良かったらさらにねリピ買いしていこうかなと思っていて、これ他にもね黒とかいろんなカラーあったんですけど、とりあえず一番使いやすいであろう白買ってみました。はい、あと珍しく無印で服も買いました。この上下両方とも無印です。これはね外着というよりかは部屋着として着たいなと思って買ったものです。家帰ってきてパジャマに着替えるまでの部屋着、それがねあんまりなくって、夏に向けて涼しくて着心地のいいものをね着たいなと思っていたので、ちょうど無印にねいいものがあったので買ってみました。で夏らしく全体をね青ベースで揃えてみたんですけど、まずこちら上、これが長袖のクルーネックですね。結構ゆったり感のあるシルエットで、実はこれ S サイズをね買ったつもりでいたんですよ。ハンガーのところに S って書いてあったので S サイズを買ったつもりでいたんですが、そのハンガーがね間違ったらしくて L サイズのものを買ってしまいました。はい、なのでちょっと思ったよりも
大きくてというか、もともとこれがゆったりシルエットなんですけど L サイズにしてしまったことでよりゆったりになってしまったんですが、部屋着としてはこのゆったり感は最高にちょうどいいというか、意外とね L サイズでもそんなにダボダボではないなという印象です。ただちょっと裾がね長すぎるので、このまま出してきていてもいいんですけど、ちょっとスタイルアップというか、こういう感じでちょっとパンツの中に入れてたゆませてきたらちょうどいいかなと思って、このようにね着ています。でこれがね薄くてねちょっとシャリッとした素材感なんですけど、強粘紙を使っていて、強粘紙っていうのはねじりを強く入れた糸らしいんですけど、そのおかげで清涼感があり水気を吸収してすぐに乾くという特性があるらしいです。さらにねシワにもなりにくい素材ということで、もうほんと着心地がいいんですよね。さらっとしてて夏の部屋着に最適なんじゃないかと思って、ちょっと着てみてよかったら他のカラーでねもう何枚か買い足したいなと思っています。あとこちら下に履いてるのがスカートパンツですね。これも新商品らしいんですけど、パッと見ねロングスカートを履いてるように見せかけて実はパンツでしたというね、そういうアイテムです。これもねすっごく着やすくて、まずこのウエストのところはゴムになってて楽ちんなのと、あとこのゆったりシルエット、下からもなんていうんですか、空気が入ってきて足回りがすごく涼しいんですよ。でこれシアサッカー素材で肌触りもすごく良くて着ていて気持ちがいいです。でこれ側面に2つポッケがあって、さらにお尻のところにも2つポッケがあるのも嬉しいポイントです。部屋の中なのでこんなポッケ必要ないかなと思うんですけど、結構部屋の中移動してる時に携帯をね持ち歩きたい時あるんですよ。で普通のパジャマだと結構ポッケなくって困る時あるんですけど、これはもう4箇所ポッケあるので、ここにね携帯入れて動き回ることができるわけです。これ意外とね地味にあったら嬉しいポイントなんですよね。あとこれは私は部屋着にする予定なんですけど、無印的には別に外着として売られている商品なので、もうこのまま正直近くのコンビニとかスーパー行けちゃいます。この部屋着のまま何か必要になったら外に出て必要なものを買い足しに行ける、そんな格好でね過ごせるのがねすごくいいなと思いました。そんな感じで初夏に向けた無印良品購入品紹介は以上です。ここから先はこれらの商品の中からいくつかをピックアップして実際に使用してみた一日をお届けしますので、ぜひ続きの動画ご覧ください。
始まりました。最近土曜ラジオ第63回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのうちにアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。はい、また久しぶりのラジオですね。はい、私たちはベトナムに行ってきました。はい、先週ベトナム Vlog をお届けしたんですけど、ベトナム楽しかったね。なんかやっぱ東南アジアでしか摂取できない何かがあるなって思いましたね。ガヤガヤ感というかね、また台湾とかとは違った、なんか雰囲気を味わえたというか。そうね。あれを見てた私の姉が、昔ベトナムハノイを旅した時に同じところに行って同じものを食べたから、なんか懐かしくて楽しかったって言ってた。そうね、もうほんとね、ベタベタのベタしか行ってないから、ほんとそうだよね。多分行ったことある人はここ行ったわっていう感じだと思う。そう旅行 Vlog ってやっぱ一番楽しいのって、行ったとこあるとこをもう一回見るっていうのが楽しいんだよね。そう、これね、本当に気づいてる人はいると思うよね。行ったことないところを、なんか情報収集的に見るのも楽しいんだけど、それ以上に行ったことあるところとか土地勘があるところに行ってくれてる動画を見ると、うわー、そここうなったんだとか、うわこれなくなったんだとかっていう視点で見れるから結構面白いんだよね。そうだから結構私初めて行く国はベタベタのベタのとこ行くよね。そうね。それでこう見てくれる方は楽しんでくれればいいなと思いつつ、王道を旅してきました。はい、次どこ行きたいですか？次はね、インドとかスリランカとか、あと中央アジア行ける機会があればいいなと思ってますけどね。そうだね、私はデンマークに行きたい。好きやね、北欧。あとは冬のイギリスにも行きたい。冬のイギリス、なんで？映画ホリデーのまんまの舞台、もう一回この片田舎の方行って、ザ・クリスマスなほっこりイギリス行きたい。じゃあ車の免許取ってもらってそれうやんってやらないとね。そうそう。あとね、私休みの日にねディズニーシー行ってきたんだけど、それがねすごく楽しくて、私が友達2人と合計3人で行ったんだけど、私の友達をこう初めましてで合わせる仲介者になったの、私が。1人はキコちゃん、もう1人は英子ちゃん。キコちゃんと英子ちゃんを合わせるのをディズニーシーでやろうって言って、3人で遊んできたんだけど、自分の友達が初めましてって意気投合するのを見るのもさ、すごい嬉しいしさ、プラス2人ともディズニーシー自体がものすごい久しぶりすぎて、すっごい楽しんでくれたの。だから私は VIP ツアーみたいに、ここがこれであれがあれでって言って、ファンタジースプリングス行ったことないから、じゃあ行こうって言ってピーターパンのアトラクションに乗って、もう2人とも同い年なの、3人とも。だから同い年だから、ピーターパンってもう子供の時見せたからさ、もうみんな子供の頃に戻ってもう泣きそうになるみたいなそういう空気感っていうか、それがすごい嬉しくて、なんか自分ってそんな友達を合わせるような、そんな社交的な人間じゃないから、なんかすごく不思議な、光景でもあるし、自分がそういう風なことができるぐらい人と関係性を持ってる人間になったんだと思って、嬉しかった。そうね。そう、確かに20代の頃とか10代の頃には考えもつかなかったこういう関係を今作ることができてて、人生でどうなるか分かんないなってすごい思った。もうなんかさ、仲良くなれる人の特徴の共通点ってある？この3人とか最近？そう最近気づいたのは、みんなオタク、何かしらのオタクだねっていうのはある。自分がすごいハマってるものがあるから相手の好きなものも許容できるみたいな、否定しないしバカにしないしみたいな、それを一緒に楽しんでくれようとするみたいな人が友達になれる人かな今。土俵が同じっていうよりは、違う土俵で頑張ってる人たちの方がいいのかな。本当そうかも。なんか環境が一緒だから仲良くなってるって感じではない。なんかみんな違う場所にいるんだけど、なんか自分の好きなものを大事にしてるっていう人たちで集まって、その場の楽しいを共有して帰るっていう、それが今一番気楽に付き合える友達なのかなって思うけどね。俺はさ、逆になんか最近見た情報だと、なんか水亀座って、なんかもう孤高の人間なんだって。あなたが水亀座だからね。そうだからなんかもう究極の
他人興味ない人らしい俺は。でもさ、あなた MBTI も INTJ なのね。 INTJ も孤高の人だよ。だから孤高、もう気質は孤高なんだね。なんか最近ねいやいや、もともと自分でねそういう風な認めてはいたんだけど、そうなんかあなたはさ最近結構いろんな人とお付き合いをさ、できるような環境に行けてるじゃん。なんか俺もなんかいいなって思うこともあるかなと思ったけどないんだよね。そうね、なんかそのなんていうの、逆に思わなすぎて、なんかしんどくはないんだけど、理解できないって感じ。いやいや理解できないっていうか、その確かに友達とかいるわけじゃないもんね。そういるんだけど、なんていうの、社会性を身につけようとする努力がもうちょっと必要かなっていう。でもいいんじゃない、自分で完結できてたら。そうね。違う、今日あれか、質問の中にその話があるから考えちゃったのか。そうなんだ。じゃあちょっと残しておこう。はい、じゃあでは早速質問に入っていきたいと思います。じゃあまずそれから話す。じゃあでもいいよ。はい、ではいきます。30代大阪在住コウヨトリネーム梨の惑星さんからのお手紙です。ミクさん、先生、こんにちは。こんにちは。いつも動画楽しく拝見しています。私はいろいろなことを想像するのが好きです。もしも話が好きなのです。ここでちょっと聞いてみたいと思うのが、ミクさんや先生は誰でも友達になれるよと言われたらなりたい人はいますか？私はミクさんやタンポポの川村さんと友達になりたいです。可愛いものや好きなものを共有してキャッキャしてみたいですということです。面白い。じゃあもう実在してる人なのね。こういう人とかじゃなくて。いやだから俺ね、今回3つか4つ質問をさ、選んでさ教えてくれたじゃん、前もって。俺この質問が一番難しくて友達って何なんだろうって思っちゃったよね。概念から考えちゃったの。そうだからもうね、いまだに答えが出てないんだけど、じゃあ私からいこうか。じゃあ私はパッと今思いついたの、友達になりたい人はさかなクン。ギョギョ。私はなんていうか、そういう生物学者みたいな、何か一つに対してものすごく突き詰めてて、そのことについて一生喋ってくれる人に横についてそれをずっと聞いていたい。知識欲がすごくて、特に生物、生き物に対する知識がある人がすごく好きだから、安住さんとかのラジオとか聞いてる時に、なんかクジラの研究者とかさ、アリの研究者とか出てくるの、その回何回も聞いちゃうんだけど、そういうなんかね、研究者の人と仲良くなりたい。いやこれはねちょっと異議を申し上げる。俺もねそういうね思考は一旦辿ってるんですよ。そういや例えば、サッカーを見るのが好きだから、サッカーを解説する人と友達になりたいとか、いろいろ考えたんですよ。でもそれはさ、その人の職業的な力をタダで得ようとしてるっていう傲慢さ。そう、ちょっとそれは友達というか、でもそこはお金を払ったらさ、さかなクンの講演会に行けたりさ、さかなクンに失礼ってこと？そうだって例えばよ、あなたと友達になりたい、なぜなら YouTube を頑張ってるからいろんな裏話聞きたいって言われて近づいてこられたらどう思う？確かにでしょ？ってなる。そうだけど俺もねいろいろ友達になりたい人はたくさん出たよ。でもすごいそれは真剣に考えるじゃん。だから、俺はでそれで堂々巡りで、この人は純粋に好きなものを共有してキャッキャしたい。わかる？すごい。わかるかい？何の利益も得ようとしてない。そう自分なんて浅ましい傲慢な人間なんだって俺は思っちゃったよこの時。確かにでしょと考えたら、友達になりたい人って難しくないって。難しい。ほら急に質問の難易度が上がったでしょいや多分ねそこまで考えてないと思うけど、質問者さんもごめん、なんか終わらせちゃうあれは本当そうだよ。そんな気持ちで友達作っちゃいけないんだっていう、なんかそのいや別に本質にいっちゃった今。じゃあどうしたらいいの？いやそういやだから俺はこの質問がめちゃめちゃ難しかった。あまり真面目な質問じゃなくてすいませんって書いてあるんだけど、変に真面目に考えてしまった。誰じゃあそんなに真剣に考えた時、これは一つ結論としてかなり近いなっていうものは、サッカーチームの応援団の人たちと友達になれたらいいなと。押す側ね。そう、つまりこれは何がいいかって、
筋トレを一緒にしてくれる友達とか、うんどっかご飯食べに行ってくれる友達とか、うん仮定した時に予定を合わせないといけないよ。うんうんうんいついつ空いてる、うんいや空いてない、うんでももうそれってさもうみんな忙しいやんそうね30代ほんと忙しいでもさ何かのチームを応援するってなったらおそうチームの試合っていう予定がはいはいもうずーっと決まってるわけはいはいでそこに行ったら会えるはいでその人たちと仲良くなったらはい楽しくないって思う、あーそのわざわざ予定を合わせなくていいだってもう決まってる日確かにに行く行かないだけまあそれ教室とかも一緒だね習い事のいやまあまあそうね、うん確かにねだけどそういうつながりじゃないとだってもう普通に予定をわざわざ合わせて会いたい友達はもういるからああ私今作り中っていうか、だからそれ以上にうん新たな友達ってなったらそういう人じゃないと次の段階ってことねかなって思っちゃったい確かにで友達作りって難しいのよだからやそう難しいよねそうじゃああなたじゃあこれ考えてそういうサッカー好きな応援団の人たちの中と友達になりたいそうもう太鼓叩いてる系の人わかるたまに見に行きますじゃないもう常に太鼓叩いてる人いるやんいろんなとこ行ってこそうそうそううやってやってる人と仲良くなったら、うんなんか次どこどこ行きますとか、その後飲み行けばいいしね終わった後そういうことを考えちゃうそこまで考えるがすごいそう最近私友達のハードルがめっちゃ低いからそうねそうスッと友達に作れるようになってきてんの、そうだけどそれはさいいことじゃんそうちょっと前の私はあなたみたいな考え方をしてた時もあったわそうそうそうねそうでも30代は確かに、予定合わせるのがめちゃめちゃ難しくて、なんで今このキコちゃん、英子ちゃん、のんちゃん、愛ちゃんと仲良くなってるかっていうとなんかね予定がふわっと合うのみんなすっごい忙しいんだけど、この日空いてるって言ったら偶然空いてたみたいなでみんなさ自分で予定を調整できる人たちじゃんまあだいぶね、ねそのハードルが高いまあそうだよねだから今本当に奇跡のね友達関係をね築いてるからだから今この瞬間を大事にしないとっていうことね、なるほどすいませんね多分この梨の惑星さんの思うところじゃないところの返答をしてしまった感じはするんですけど、多分私のさかなクンが正解だったと思うそうね、じゃあ一旦そういうさ、相手に失礼っていうのを省いて実在の人物で一人出した、サッカーのプレミアリーグを解説するベンさんっていうね、イギリス人出身だけど、もう日本に何十年も住んでる日本語ペラペラの、もうサッカー大好きおじさんがいるんだけど、その人の YouTube を最近ずっと聞いてるでその人の話本当面白いなって思うから、友達になりたいな友達になりたいなとか。何歳ぐらいのベンさんって？ 50。結構年上なんだ。あと、雷っているやん。茨城の？そう茨城の茨城のあの人たちの YouTube 面白すぎて雷の YouTube 本当面白くてもうずっと見てる。もうじゃあ雷さんなんか雷の YouTube 撮ってるカメラマンの後ろでケラケラ笑っときたいみたいなアシスタントみたいな見学したい。見学したいんだ。面白いねこれ、ちょっと皆さんもやってみてほしい夫婦とか、友達で。で次行きたいと思います。千葉県在住25歳コウヨトリネームてんちゃんさんからのお手紙です。ミックさん先生こんにちは。お二人がおすすめする本をお伺いしたいです。どんな理由でも大丈夫です。読んでみてという本がありましたらぜひ教えてください。まあ多分有名な本だし僕もねラジオで何回か言ったことあると思うんですけど、生物から見た世界っていう本ですね。でさっきあなたが動物とか生物に詳しい人にと仲良くなりたいってくしくも言われたのでちょっと恥ずかしくなってるんですけど、僕はねあなたと最初お付き合いする前に散々この生物から見た世界で得た知識をあなたに喋って口説いたと言っても過言ではない僕はマダニの研究者としてお話をさせていただいてた本から得たね、のでちょっとね恥ずかしいんですけど、確かにその生物から見た世界っていうことで同じ世界なんだけど人間から見た世界もあれば犬から見た世界もあれば、ダニから見た世界もあれば、みたいないろんな生物ごとによって見えてる世界が違って、でもそれでその世界が構成されていると、だしもっと言えば同じ人間なんだけどその人が見てる世界とまた別の人が見てる世界は違うと、
いうようなことが書いてある本ですね。なので何時間もダニの話をして付き合いました。そうです、はい、初めてのデートでダニの話を教えてもらって、でね、ちょっと正直もう読んだのも10年以上前だし、あんまね覚えちゃないんだけど、本当いい本だなと。で一番印象に残ってるかな。何回も読んだし、自分の中で一番面白かったなって未だに思えてる本だなと思いますね。私はね最近読んで面白くって皆さんにおすすめしたいのは浅井亮の「In the Mega Church」ですね。なんか有名なやつよね。はい、これは2026年の本屋大賞を取ってる。だから読んだことある人いっぱいいると思うんだけど、なんでこれ読もうかなって思ったのかっていうと YouTube で突然浅井亮さんのなんか対談動画みたいなのが出てきて、浅井亮っていうその人自身に興味を持って「In the Mega Church」を読みました。表面的なテーマは推し活だから、私オタクだから、推し活文化って大好きだから読んでみたの。3人、主人公的存在が出てくるのね。1人は推し活を仕掛ける人で、もう1人がこれから推し活にハマっていく人で、もう1人はもうすでに推し活をしてて推し活から離れた人で、この3人の話がこう交互に展開されていくのね。3人がつながってないように見せかけて、地続きで実はつながっていた。最終的に3人の物語が交差するっていう、そういう小説なんだけど、推し活が表面的にはテーマであるけど、裏テーマとしては信仰とかコミュニティの形成。推し活っていうのはさ、やっぱ物語がある。その物語に人は引き込まれていって推しを作って、推し活をして推し活したら周りにコミュニティができて、どんどん一人じゃなくなって中毒的にどんどんこう入り込んでいくっていう感じなのが推し活なんだけど、それのいい面もあれば悪い面もある。その両方をねうまく書いてある本なのね。なかなかこうネタバレしちゃいけないかなと思うからふわっとしか喋れないんだけど、自分も誰かを推したことがあるし、アイドルとかね。で自分自身も今 YouTube やってて応援してくれる人がいたりするわけじゃん、だからなんていうか推し活っていうテーマでありながらも、現代のなんかそういうコミュニティ形成とか信仰みたいなものに対する光と闇みたいなものを書かれている小説で、すごくねドキッとさせられたというか、その後もなんかいろいろ考えさせられるっていうか、すごく面白かった。読んだことある人もたくさんいるやろうしね。そう、ちょっとぜひ読んでみてほしいです。はい。では次、いきたいと思います。関東在住29歳コヨトリネーム小文字の R さんからのお手紙です。ミックさん先生、こんばんは。こんばんは。私が相談したいことはサプライズプレゼントについてです。私には3年ほどの友人期間を経て付き合って4ヶ月ほどの同い年の彼女がいます。彼女は誕生日が来月です。恋人に関係が変わって初めての特別な日なので、大切だと思う気持ちが伝わる贈り物をしたいです。普段は相手に希望を聞いてしまう私ですが、小さな驚きもプレゼントしたいという傲慢な気持ちが少しあります。お二人がプチサプライズを考えるならどんなことをしますか？だそうです。待って、3年の友人期間を経て付き合って4ヶ月のプチサプライズって難しいね。難しいね。でもなんか書いてある。ちなみに私は相手がこれまでの会話で欲しいと言っていたものをこっそりメモしているので、全部セットにしてプレゼントしちゃいたいくらい暴走してしまっています冷静になりたいですってでも彼女側からしたら全部もらったら最高だけどでもちょっと全部もらっちゃったらさ、次その彼女が返す時にさ、どうしようあんないっぱいもらっちゃったしみたいな、なんかちょっと負担があるよね。これ読んで考えてたんだけど、あなたが私に初めてくれたプレゼント覚えてる？櫛でしょ。そう、ヘアブラシ界のロールスロイスと言われているヘアブラシをくれたんですよ、一番最初、で最初櫛もらった時に櫛ってなったんだけど、あれをねもう付き合ってからもう十何年未だに使っております。そうね。はい。あれはね大学3年生が就活してたと思うんだよ。はい。なんかこれにしようって思って調べて、っていうのもなんかあなたが髪長いのに、なんか100均のキャラブラシみたいなの使ってて、プラスチックの、よく覚えてるね。でなんかもう、
プラスチックがもう折れたりしてるようなやつで、これだと思っていろいろ調べて、それに行き着いて、でも当時ね、今でこそ多分いろいろ取り扱い店増えたけど、マジ15年前とか、マジ全然なかったよ、で当時福岡住んでて、福岡のデパートとか行っても、ずっとないです言われて、で就活で東京行く機会があって、東京の三越かな1個だけありますって言われて、買って帰った記憶がありますね。そうでもなんか最初はブラシかみたいな、ちょっと拍子抜けしたところもあった。でも使ってみたらさ、本当によくて、意外となんかそういうのも初めてのプレゼントではありなのかなってこれ読んでて思ったんだよね。その彼女のそういう欲しいって言ったものじゃないやつってこと？髪の毛だったりとか、何か体とか彼女自身を大切にケアしてくれるものみたいなものって、最初はやっぱり女の子だったらやっぱこうキラキラしたものとかさ、見た目的な華やかさなものがパッとで嬉しいかもしれないんだけど、実はそういうものが長く一緒に共にしてくれるから、ある意味すごく相手のことを考えたプレゼントだったんだなって、じわじわと思って感謝するようになるというか。そうね、確かにこうさ、どうなんこの、俺の場合はさ、あなたがさ、これ可愛いとかこれ欲しいとかいうものをずっと覚えてたら多分破産するよねでもさ、女の子ってさ、欲しいなって言うけどそうでもない時がそうあるあるとりあえず言ってる時あるよね。あるある。あとなんだろう、あとやっぱ嬉しいの意外と手紙。付き合い始めとか特に、私彼に万年筆をプレゼントしたことがあって、それは万年筆を使って手紙を書いてくれた。結構何回か何通かくれたよね、2,3 通。それめっちゃ嬉しくて、ずっと持ってて、すごい喧嘩とかした時ももう一回それ見直して、こういうふうに思ってたことがあるんだと思ったら、やっぱり愛おしいなって思えたから、なんかね、付き合い始めて手紙とかも本当嬉しいと思う。いつもらっても結構嬉しいかも。あと付き合って4ヶ月だけど、3年知ってて、で29歳でしょ。プロポーズ本当のサプライズはそこにあるよなとは思いながらこの質問の小文字のあるさんの文章を読んでましたね。あなたと何する？プレゼントを考えてくれた時間が嬉しいって言うでしょ。難しいとこがさ、考えてくれた時間、欲しかったものずれてるとさ、それはそれで、だから私みたいにくしいんじゃないかとか言っても、このね、小文字のあるさんの彼女が全然そういうの興味なかったら本当に違うからな。でこれ最後に、こっそりメモしたものを全てセットにしてプレゼントしたい、言っちゃいたいくらい暴走してますって、冷静になりたいですって言われてるんで。いやでも私今すごいパッと思ったんだけど、これ一番最初のプレゼントだよね、多分付き合って、全部セットしてプレゼントしてくれた方がなんか男気感じて好きってなるかも。このあと、次の誕生日とかは別に全部セットしなくていいんだけど、最初にそんなに覚えててくれたのっていうので、一発目でね、なんかすごい嬉しいかもみたいな、やってもいいのかもって思った。別に冷静にならなくてもいいかも。確かにね、ずっとあなたの言葉を聞いてましたよっていうことになるのか。それが友人関係と恋愛の違いですよみたいなことを明確に渡してくる感じが、本当に恋人なんだみたいな、っていうのでなんかぐっと掴まれるかもしれないから、これ全部セット1回だけしていいんじゃない？2年目とかはもう何が欲しいって言ってもうピンポイントで買うとかでいいと思うんだけど、これやってもいいかもって思っちゃった。確かに冷静になる必要はないのか。そうだよ、だって付き合い始めなんてそこでグッとさ、この人男気ってなったらそれがずっと続いていくわけだから。次も男気それはあるよそれはあるんだけど、確かにね、確かに俺はやったことないけど確かに刺さるかもね、だってメモしてんでしょ、聞いてたんだ私の話みたいな、なんかすごい信頼感すごいかも。じゃあ冷静になるなそれいいかもと思った、やっちゃえだね。確かにこれは、1回ぐらいやっちゃってよくない？やった時の、その結果をまたコメントしてほしいですね。本当そうですね、ちょっと喜んでくれたのかどうか知りたいよね。この気持ちが一番嬉しいってことは
彼女代表として伝えたいです、小文字のあるさんに。はい。気持ちね。ダメね。気持ちか。ものでお願いします。ものでね。はい。そういう感じでいいでしょうか。今週のラジオは以上となります。引き続き私たちへの質問、相談、トークテーマを募集中です。この動画のコメント欄に声を取りネームと年齢、居住地を記入してお手紙いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。